いいね。すごいな、真っ白だな。こんにちは、はみ肉チャンネルです。今日は比較的いい天気。いいね。新潟市から少し岩手に戻る方向、月岡温泉を目指します。その前が昼過ぎたからな。月岡温泉の歴史は大正時代に石油発掘中に偶然温泉が発見されたことに始まります。それ以前は人がほとんど住んでいない原野でした。石油発掘が本業でしたが、湧き出した温泉の効能に着目し、温泉場の建設に踏み切ります。当時は湯治目的の宿泊客が多く訪れ、郷土浴場や湯治宿が立ち並びましたが、戦後月岡温泉は湯治場から観光地へと方向転換しました。閉まってんだよな、これきっとな。歩きたくなる温泉街がキャッチフレーズだそうです。月岡。温泉街を歩いて日帰り入浴をするためにやってきましたが、あいにくの雨天。ももクロ推しなんだな。温泉娘もいるじゃん。月岡のエメラルドグリーンの湯になんとか使って帰りたいです。観光案内所に足湯が併設されています。寒い日にはありがたいですね。月岡温泉日帰り入浴施設一覧です。これを頼りにお風呂を探します。雨の中散策を開始しますが、最初の3軒は臨時休業。温泉街のお店は開店しているところもありますが、今日は火曜日、休みのところも多いよう。どっちよ。どっちよ。どうする？歩きながら電話で日帰り入浴可能かどうか確認をしてみますが、ここまでは全て全滅です。してんのね。源泉の森、月岡温泉発祥の地で美肌と縁結びを願うパワースポット。今日は全滅です。最後の最後に駐車場近くの久子荘さん。最悪だな、これ今日は。ここも休みなの。珍しく一軒の宿にも入ることができずに月岡温泉を後にします。こんなこともあるんですね。国道290号を南下していくと次の目的地があります。出湯温泉、今板温泉、村杉温泉の3つの温泉地からなる自然豊かな温泉郷です。まずは開湯1200年の歴史を持つ県内で最も古い温泉と言われている出湯温泉に向かいます。弘法大師空海が五頭山を開いた際、釈上を地面についたところ霊泉が湧き出したという開湯伝説があります。まず目についたのはこのお宿、日本を人を守る会の成功館。すみません、日帰りはやってませんか。はい、すみません。ありがとうございます。すごいかっこいいですね。宿の方が通りかかったので日帰りを聞いてみましたが、対応はしていないそうです。泉質は珍しい単純弱放射能泉、無色透明の綺麗なお湯です。近所の方に聞くと、近所に郷土浴場が2カ所あることが分かりました。どうもすみません、ありがとうございました。それはそれですげえな。五頭山花宝寺の境内にある郷土浴場で、花宝寺が温泉の中心となっています。あ、よかったね。老朽化により建て替え予定で、奥に新建屋がもう完成していました。何？
250円と格安のお値段。施設は古いですが、手入れとメンテナンスが行き届き、快適に湯治できます。泉質はアルカリ性単純温泉。弘法大師様が湯船を上からご覧になっています。地元の方とのお話も楽しく、よく温まらせていただきました。さすがはお寺のお風呂ですね。どうも。ああ、そうなんですか。もったいないです。ここもいい感じですけどね。ねえ、皆さんそう言うけど、至ってるんです。奥さんが出てこない。女性浴場から地元の女性と妻の声がずっと続いてました。ずっと声が聞こえてて、先に帰った2人のおばちゃん。あ、またご教授を受けてるなと思って聞いてた。ここは親友といい加宝寺共同浴場と源泉が違い、こちらは昭和28年に掘削された新しい源泉。無色透明の柔らかい湯で、加宝寺共同浴場よりも厚めの源泉がかけ流されています。浴槽からはかなりの量の源泉がザバザバ溢れるのを見て感動しました。空いてて快適なお湯です。国道290号をさらに進むと村杉温泉、ここにも共同浴場があります。ラジウムの含有量が日本一とも言われる村杉温泉の名湯を気軽に楽しむことができます。人んちだな。あ、道路に抜けるのか。どっか抜けるな。あそこになんかあるな。看板があるけど。でもそれらしき共同浴場は止まってるね。なんとか薬師の湯にたどり着くことができました。ここの泉質は単純弱放射能温泉。温度の低い源泉に多くの有効成分が溶け込んでいるそうです。裏手の駐車場は15台ほど止められます。薬師の湯へ向かう坂の途中に見事な足湯施設がありました。源泉が湧出するポイントで、心身に良いとされるラジウムを吸収しながらフットケアができます。足利家の家臣荒木正隆が戦乱を逃れてこの地にたどり着き、7番も夢に出てきた薬師如来のお告げの湯に浸かり、霊験新たかな源泉の傍らに薬師堂を建立したと伝えられています。ぬるめのラジウム温泉はゆっくり浸かれて時間を忘れてしまいます。薬師堂の参道には杉や松が植えられ、湯の幕あたり一帯はいつしか村杉の地名で呼ばれるようになりました。国道に戻る途中にあるお豆腐屋さん。美味しそう。あ、いた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 。いいじゃん。信じられないくらい大量の試食を勧めてくれます。またこれが美味しい。めっちゃ親切だった。豆腐と揚げ出し豆腐を購入。あんなに豆腐試食されたらさ、買わなくていいじゃんね、もうね。食べてる。明日から阿賀町の方に向かうので、道の駅阿賀の里まで移動して就寝。今日の夕食は豪華。村上の塩引き鮭、村上豆腐の揚げ出し、美味しい大根サラダ。なんか違うね。だんだん食べ物に脂っ気がなくなってきて、いかにも老人の食べ物って感じなのが気になりますが、これが晩酌には最高です。お疲れ様。お疲れ様です。毎日飲んでる。飲みやすい。後から香りくる。孫が LINE で電話をくれて、もう言うことなしですね。阿賀野川を横に見ながら東に移動すると、道の駅三河の傍らに大きな木の看板。なんと屋久島の縄文杉を抜いて日本一の巨木として環境省から認定を受けているそう。トトロが住んでいそうな大きな木ですね。
西暦995年に平維盛という将軍が阿賀野川で見つけた薬師如来像を安置するために建てたお堂。戦国時代から江戸時代にかけての落書きが残されている珍しいお堂です。薬師堂から下に行くと落書き庵の看板。ここで落書きをして楽しむことができるそうです。落書きが貼ってありますね。ここはまだ開いてませんでしたさらに東へ移動して津川までやってきました。この辺りも雪が多いですね。麒麟山の狐火と夜間の嫁入り行列をモチーフにした津川狐の嫁入り行列が行われます。麒麟山に狐の行列の見えた年は豊作で縁起がいいとこの地域では言い伝えられてきたそうです。狐の嫁入り屋敷には阿賀町観光協会お食事処お土産コーナーがあるほか、建物の名前でもある狐の嫁入り行列に関する資料がずらり、入館は無料です。江戸時代中期頃までの日本では結婚式は夕方に行われ、花嫁や提灯行列を組んで嫁ぎ先へ向かうのが一般的。狐火が連なって見える様子が夜間に提灯を下げて進む嫁入り行列に似ていることから狐の嫁入りと呼ばれるようになりました。2階から望む阿賀野川の雪景色がキラキラしてとっても綺麗。川沿いに行ってみることにしました。さっきまでの降雪が嘘のような晴天に。県道459号を北上して赤湯へ向かいます。石油の香りがする新津温泉で教えていただいた激アツの温泉です。暑くてびっくりするからとおっしゃってましたが、どうなんでしょうか。建物はシックかつぬくもりが感じられるログハウス調の木造2階建て。周囲環境に調和してます。赤湯温泉少年旅行村というキャンプ場も併設。ここでチェックインできるらしいです。1990年に旧鹿瀬村が掘削に成功。町が管理する公営の日帰り温泉59度の源泉がかけ流されています。チケットを販売機で購入し、中に入っていくと現在の湯温が掲示されていました。50度は入れないよな。入浴するときにアヒルをガラス容器に移し帰りに戻す仕組み。混雑状況がわかります。何人いるよってのが分かる。帰るときにアヒル出してる。それが切れそうだ。泉質はナトリウム塩化物硫酸塩泉。鉄分が多く、その名の通り真っ赤な色。酸化鉄の色ですね。湯口から59度の源泉がドクドクと注がれています。少し手を入れてみましたが、手がヒリヒリしてとても入れるものではありませんでした。頑張って隣の46度に腰まで浸かり、しばし我慢。しかしこれもたまらず露天に避難。皆さんここに大勢入ってました。ここは43度くらいで普通に入れます。たまに熱湯に挑戦する方がいて、足を突っ込んでは逃げてここにやってきます。皆さんもそうやって露天に逃げてきたんでしょうか。想像するとおかしいですね。アドバイスいただいた通り激アツのいい温泉でした。地元の方に聞いた場所は間違いないですね。体がほっかほかです。
のこと聞いてる。一人ではないちょうどお昼なので何か美味しいものを食べたいですね。鍋ばかり食べてるので脂っこいものが欲しい。いっぱいかな。ありました。美味しそうな町中華。開店直後なのにほぼ満席。シンプルな中華のメニューが食欲をそそります。常連さんも多いようです。YouTube でも紹介されている有名なお店だったようです。ラーメンチャーハン、シンプルでボリュームがあり、これと思わず言ってしまう。これが町中華だと言わんばかりの懐かしい味。とっても美味しかった。餃子は横浜でよく食べた中華街風な味を思い出しました。複雑でジューシーな一品です。本気で晩ご飯もここに来ようかと考えてしまいました。よく覚えてるな。角屋？そう角屋とか横浜あたりの町中華ってああいう味なんだよ。岩手はないんだよね。次の目的地に向かう途中、あまりの美しさに車を止めました。どこじゃん。12キロ先だ。あと5キロぐらいかな。阿賀町の中心部から車で20分の山道を走ったあたり、結構距離があります。明治以前から地元の人々に薬の水と愛されてきた名湯。泉質は単純硫黄冷光泉。温かい湯船と冷泉風呂に交互に入るのがいいとされています。冷泉なんだな。七福層がある七目地区は七福の里と呼ばれ、地域には七福神が祀られています。各集落に1体ずつ七福神がおり、七福神が見守る里として知られています。美味しい水で打ったそばは特に評判です。そば打ち体験も可能です。源泉温度は約13度と冷たいですが、温かい湯船と約25度に調整された冷泉風呂が提供されています。小さな子供からお年寄りまで誰もが楽しめる優しい湯として知られています。42度と25度の温泉を交互に3回ほど入るのがいいと教えてもらいました。外が寒くてさっぱりする。思ったより体が温まっていてびっくりです。ここから川に見えるのがね。そうかもしれないな。今日はもう温泉に浸かれないので外観だけ見ていきます。季節の移り変わる風景を見ながらの入浴や旬の食材を使ったお料理が楽しめます。将軍杉があった道の駅三河で一泊。浴場フロントグラスの内側が凍ってます。エアコンで溶かしてからワイパーで拭き取ります。阿賀町付近には温泉が点在しており、このうち数カ所にお邪魔しました。今日は北に向かい三河温泉に向かってみます。三河温泉の開湯は昭和3年。三河温泉スキー場も近くにあり、いくつかの温泉施設が営業しています。三河温泉の泉質は鉄を含むナトリウム硫酸塩塩化物温泉だそう。
ちょっとしょっぱいいいお湯に合えそうな予感がします。お客さんがいっぱいで今日はダメでした。良さそうだったんだけどね。やはりスキーシーズンだからか、なかなか日帰りの入浴ができるところが見つかりません。そんな中、受け入れてくださったのがここ。ここか？ここだ。すいません、ありがとうございます。電話で連絡したら快く受け入れてくださいました。いいですいな。湯本っていう響きもいいですね。湯気でよく見えませんが、ジャバジャバと大量の湯が注がれている音がします。無色無臭ですが、口に含むと優しい出汁の味。ぬるめでリラックスできるお湯、朝に最高でした。ちなみに女性用の風呂の湯口は恋だったそう。妻が出てくるまでも話し相手になっていただき楽しかったです。あ、そうなかなか家がいるとね、宿泊まれないんですよ。ないから新潟市内から見えて、で高速ができたもんだから。高速道路ができてからは日帰りでスキーに来れるようになって宿泊者が減ってるそうです。昔はね、高速便利になるのも良し悪しですね。泊まりのお客さんがね。ここからは東へ五泉市の咲花温泉へ向かいます。線路の向こうの一心荘さんへ向かいましたが、メンテナンスでお休み。でもおかげで JR 磐越西線が見れました。咲花温泉流水園は昭和35年に開業した歴史ある旅館。その名前は文豪尾崎士郎によって名付けられました。尾崎士郎をはじめ山口瞳、青木雨彦、佐渡博といった文人墨客がこよなく愛し訪れたとされています。温泉が体を柔らかくする、特に腰痛に良いとされ、座った姿勢で作業する時間が長い作家たちに好まれたようです。あ、すいません。でも9月とか、やっぱ冬は走らない。一切手を加えていない 100% かけ流しの厚めのエメラルドグリーンの温泉は創業当時から変わらない魅力。日本トップクラスの硫酸含有量があり、硫化水素が少ないため白濁や異臭が少なく、エメラルドグリーンに輝く美しいお湯が楽しめます。咲花温泉は硫黄泉です。源泉に含まれる硫黄成分が空気に触れると酸化反応を起こし、エメラルドグリーンへと変化します。温泉成分によって浸食された壁が歴史を感じさせますね。昔は咲花と書いたそうですが、咲花に変更されたそうです。いい温泉でした。次回は燕三条の方へ。